望遠レンズはプロが使うものだと決めつけていませんか？画角が狭いという制限は撮影者の意識をより遠くへ向けたり、これまで注目しなかったところに目を向けさせてくれたりします。このレンズでしか切り取れない圧倒的な景色を残してみましょう。どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はじゃじゃん、シグマの 70mm、200mm、F2.8DGDN をね、皆さんにご紹介レビューをねしていけたらなというふうに思っております。今回もですね、こちら、ソニーの α1M2 につけている E マウントのバージョンと、はい、こちらですよ、はい、ルミックス S1R M2 についている L マウントバージョン、そしてテレコンタッチ、はい、この辺ね全てちょっと丸一式お借りすることができて、今回もですねシグマさんとのタイアップということで、今回もありがたいことにねぜひこちら使っていただきたいということをね言っていただきましたので、めちゃめちゃ使ってきました。でもうすでにねオープニングでもいろんな作例がね素敵なものがね見れてたと思うんですけれども、今回ねこのソニーの E マウントと L マウント両方のね視点でレビューをねしていけたらなというふうに思っております。でね、このレンズね僕ねめっちゃ良かったすごくね楽しかったんですよね。でこのレンズ自体が2023年の12月ぐらいにね発売になっておりますので、当時ね発表された時にもようやく来たかというところでね、第3弦の、ズームレンズがね揃ったというところもあったりで、すごく盛り上がったレンズにもなっています。で僕自身もね使ってすごくね、好印象で、画質もね本当に文句ないレンズにはなっているので、もっともっと注目されてもいいレンズだとそういうふうにも思ってるし、シグマさんもねそうおっしゃっていました。なので発売から少し経ってはいるんだけれども、今しっかりとねこのレンズについて学んで、純正レンズとかともね価格とか比較しながら、どういった人に最適で、どういった場合はこっちを選んだらいいのかっていうのも皆さんにねしっかりとお伝えできればなと思っております。はい、ということでねやっていけたらと思うんですが、まずスポーツラインについて簡単にねご紹介させてください。シグマさんといえばですね、コンテンポラリーのレンズアートとありますよね。で僕は 16300mm のコンテンポラリーレンズのねレビューもしました。これは APS-C センサー用ですよね。で先日はですね 28105mm の F2.8 同士のレンズもレビューしましたね。こちらがアートレンズですよ。で今回が初めてのスポーツラインということで、この S のねマークがあると思いますし、こちら見てください。はい、このクリックたちものすごいねカスタマイズが豊富な、すごくね素敵なレンズかつ実用的なねレンズにもなっております。でこのスポーツラインというのはこのアートとかねそういったレンズの光学性能というのをそのままにして、機能性であったりとか耐久性っていうのをこう究極までね求めたような、より本当にこう実践的にね使えるようにねもうこうやってるけどねはい、そういったレンズラインナップになっております。それではですね、このレンズのね外観ボディについてしっかりと見ていきましょう。じゃんとこんな感じですね。まず、軽量かつ耐久性の高いですね、マグネシウム合金を採用されたボディになっております。シグマ独自採用のね、TSC 採用というところもあって、かなりですね、しっかりとした作りでして、この質感はねこの28105のねちょっとマットな質感というところになるので、ここはね本当にビルドクオリティも何も文句なくめちゃめちゃね高品質かなと思っています。でこの台座がですねアルカスイス5巻のね台座になってますので、三脚とかにもねそのまま取り付けたりすることができるっていうのと、あとはですねここを緩めればここのね台座を、使わないときはサイドに置いておいて、使うときはこの下に置いてこのままね、置くことができるといった形ですね。で僕がねすごく使いやすいと思うのが、ここのカチカチというねもうここで止まってくれるんですよ。だからここですよっていうのがすぐに理解できるようなものになっているので、これがね非常に使いやすいですね。メーカーによってね純正のものとかだとこれがねどこで止まればいいのかっていうのが分からなかったりするんで、ここね細かな気遣いですごく使いやすいです。ただですねこのね台座を取り外すには六角レンチでねこれ取らないといけないので、ちょっとねそこは手間がかかるかなといったところはあります。で気になる重量についてなんですけれども、こちらの E マウントで 1335g という風になっております。でこっちの L マウントが 1345g となるので、10g だけ違う形になっていて、1300g というのは小型軽量ではあります。はい、7200F2.8 の7ニッパーって呼ばれるものなんで小型軽量ではあるんだけれども、多少はやっぱりね重さはあるので、気楽にね取れるかと言われると取るぞと意気込んだ時に使う、そんなレンズかなといった印象はあります。ただですね一眼レ
F 時代の 7200mm のねものと比べたら約 30% のね軽量化にも成功しておりますので、しっかりとね技術は向上しているし、よりね負担は少なくはなっています。ただその重さに関してもいろんな工夫があって、まずインナーズームになっています。なのでズームをした際に鏡頭が伸びるということはありません。でそしてレンズの重心がこっち側手前に来るようになっているので、根元側ですね。なのでそこまでね重さを超感じるというようなそういった作りではないので、意外と全然取れるなというような印象はあります。はい、で次操作リングについて見ていきましょう。これねちょっとねこれ変わっていまして、はい、こっちですね、奥側がズームリングの操作で手前がフォーカスになっています。こういった純正のレンズとかと比較すると手前がズームで奥がフォーカスなんですよね。これがねちょっと違う、形になっています。でただですね、ここのズームリングにねちょっとわかるかな、少しねボコッとしてるんですよね。なのですごい指が引っかかるようになっているので、このねトルク感も含めてめちゃめちゃね操作性は、いいね感覚になっています。でさらに絞りリングもねここにありますので、こんな感じでね F2.8 から F22 まで調節が可能で、もちろんオートにもすることもできますと。でさらにこれをロックかけて動かないようにすることもできますし、このクリック感も、はい、ここですね、クリックのオンオフができますので、これで滑らかにするとかね、あるいはカチカチにするとか、そういったことも変更することができるようになっています。でちょっとね他と違うところで言うとレンズフードなんですよ。レンズフードは丸型なんですが、これ取り付けるときにここのねレジをこうくるくると回してあげて、ここにもう直接取り付けるような形になるんですよね。でこれ結構いろんなね意見があるかなと思っていて、僕はね若干ねここの干渉ズームするときにちょっとこれに当たっちゃうっていうのがちょっとだけ気にはなるんですよね。ただこれによって絶対取れないというかね、はい、かなり頑丈についてくれるという、見方もあると思いますから、一概にねこのちょっと邪魔だっていうことをね言えないかなとも思うので、これはね意外とこの実用的なところではすごく考えられてるんじゃないかなと思います。でそしてですね、このレンズは防塵防滴仕様になっておりますので、これもねありがたいですよね。ちょっとや外のね雨とかでは全然大丈夫ですし、結構グラウンドとかね、いろんなスポーツシーンであればいろんなね外での撮影がメインになってくると思うので、そういったところでも安心して使うことができます。はい、でさらにカスタマイズスイッチがねかなり充実しているので、ちょっとここについてもねしっかりと説明をさせてください。まずフォーカスモードの切り替えですね。オートフォーカスかマニュアルか、これはねもう簡単ですよね。でさらにフォーカスリミッタースイッチがあります。フル 3m から無限で、手前から 3m までっていう形になるので、これ結構いろいろと変更することができます。これどういうことかというと、オートフォーカスの駆動範囲をね制限することができるようになるんですね。フルであればもちろんフルでいけるし、 3m から無限であれば、このレンズから、センサーレンズからかなから 3m の地点でそこよりも向こう側に合わすことができるといった形になります。これどういった時に役立つかというと、例えばフェンス越しにねスポーツを撮るとか、あるいは人混みのね中の例えば2列目ぐらいから何かを撮るってなった時に、フェンスとか前の人とかに合わさずに、もう向こう側 3m 以上のところで、フォーカス合わせますよみたいな、そういったね、制限をすることもできたりするんですね。これ非常に便利です。でそしてですね OS ですね。はい、これ手ブレ補正、レンズ内手ブレ補正になるんですが、オフ、1、2とね、3つあります。このレンズはね 70mm、200mm、F2.8DGDN-OS スポーツというね名前からある通り OS とついているものが、手ブレ補正機構をね搭載したレンズになっています。はい、なのでレンズ側でね操作をすることができるようになっています。普通に汎用性の高いね使い方としては位置が良くて、流し撮りとかレンズをねちょっと振ったりして、撮るときなんかは2がね推奨されていたりしています。で実際にこれオンオフでいろいろと見てみたんですけど、もう全然違うんですよね。明らかに、このスイッチがねオンになっていないとすごく揺れてしまうので、これは絶対にオンにしていた方がいいんですよ。ただですね、ちょっとこの仕組み難しくて、これ α1-2 も S1R2 も両方ともそうなんですけど、この OS をねオフにした時点でカメラ側も切れてるんですよね。なのでこれ1にしておかないとカメラ側もねつかないので、これなんていうんかな、強調補正というんですかね、ちょっと詳しいことはね今ここに書いてあるかなと思うんですけれども、ボディの手ブレ補正とレンズをしっかりと組み合わせてやる補正だと思うんですよね。僕はもうずっと1でやっておりました。でさらにですね、カスタムモードスイッチっていうのがあります。ここでいろいろとねカスタムができるんですけど、例えばこの L マウントであればよりね細かくすることができて、なんか別売りのね USB ドックみたいなものをつないでやってあげると、例えば OS 手ブレ補正のね動作であったりとか、フォーカスのね範囲制限とかいろんなものをねカスタマイズができますので、結構オリジナルのねレンズに設定することができたりします。であとはね AFL ボタンですね。このオートフォーカスロックっていうのかな、これが、上面サイド
下にもあります。はい。なのでこれでですね、結構いろんな持ち方をしても、こうでもこうでもこうでもできたりするので、これめっちゃ便利でした。はい。これはね、すごく使いやすいですよ。はい。といった形で、まずね、このレンズの外観とかね、スイッチ類について確認しましたので、ではここからスペックについてね、見ていきましょう。シグマ最高峰のレンズですから、どのようなね、光学性能になっているのか、ざっとこんな感じになっております。まず 70mm200mm の F2.8 投資というところでね、めちゃめちゃボケるんですよ。まあここがね、本当に一番のね、醍醐味だと思うんですが、やっぱ F4 よりもね、明らかにボケるんだよね。で、ただ明るいだけじゃなくて、ここのレンズ構成ですよね。このレンズのガラスがね、どういったものかというところなんですけれども、15分20枚で、今回非球面レンズは3枚になっています。まあ先日のね、28105のレンズとかであれば、非球面が5枚あって、この非球面っていうのがね、まあ画質が、もちろんいいっていうのはあるんだけど、小型にできやすいとかね、いろんなこう良さがあったりはするんですけど、ただね、やっぱコストも上がってくるというところで、今回のこのレンズは、非球面レンズが3枚になっています。ただですね、画質は本当にもうめちゃめちゃ素晴らしくて、やっぱりこの F2.8 っていうね、この明るさと組み合わせて、今回はポートレートを中心に撮りましたけど、ものすごいね、この空気感というか、この質感で、全域でね、こうルックとかも安定してるようなイメージがありますので、シグマのね、アートレンズというだけあって、本当にね、こう結構感動的なね、絵が割とたくさん撮れました。で、絞り羽枚数は11枚とのことで、中央ではね、結構綺麗な円形のね、玉ボケにはなるんですが、周辺では若干ね、レモン型になってしまうような形も一部はね、感じたりはするんですが、でもね、あんまそこは気にならないんで、僕的にはね、全然この辺はね、許容範囲かなといった印象です。それよりも普通になんかボケ感がめっちゃ綺麗なんで、なんかそのレモン型になってようが、まん丸なね、こう、玉ボケじゃなかろうが、僕はね、そんな気にはならないですね。ただね、ちょっとだけ形は変わるかなというところは一応ね、伝えておきます。で、最短撮影距離がですね、ワイド側の 70mm で、65センチで、テレ側 20mm のところで、だいたい1メートルぐらいかなといった形になるので、で、最大撮影倍率が1対 5.2 とのことなので、そんなにね、めっちゃ売れるわけじゃないんで、物撮りにね、すごく向いてるようなレンズではないのかなとは思います。で、オートフォーカスがですね、デュアル HLA によるね、もうめちゃめちゃ速い AF なんですよ。この HLA っていうのがね、何かというと、これ、ハイリスポンスリニアアクチュエーターだかな。こう、リニアモーターのような、もうシグマさんがめっちゃ頑張って外したみたいな、ちょっとすごい、こんな言い方でいいかわからないんですけれども、これの開発でこのね、レンズの登場もちょっと時間かかってしまったみたいなんですね。で、これがなんと2つ入ってると。なので、AF はね、マジで全然問題ないんですよ。もう爆速なんですよ。AI 技術を採用した認識 AF をね、今回使っていたっていうのは絶対あるんですけど、めちゃめちゃね、それにこう、ね、引きを取らないというか、それをね、こう無駄にしないね、速度感の AF だったなというふうに感じております。で、僕の中ではこの DualHLA をね、こう活かすのであれば、やっぱりこの AI 認識系のこう AF 性能があるね、カメラをぜひ使ってほしいなというふうには思っています。だから α1-2 とかも AI プロセッシングユニットがあるし、S1R2 とかも AI 認識 AF とかがね、あるので、そういったところで本当に生きてくるかなと思うんです。ただ、この AF の使用感みたいなところで言うと、写真も動画もめっちゃいいんだけど、やっぱね、ルミックスでこうズームしながら動画撮ったりしてると、やっぱ外すんですよ。これ多分カメラ側なんですよね。α1-2 だと全然問題なくズームをしても結構ピント合い続けるんですけど、ルミックスはね、このズームするとね、ピントどっか行っちゃうんですよね。で、まっすぐに戻ってくるんですけど、これがちょっとね、やっぱ使いにくいんですよね。これ多分カメラ側やと思います。はい。このせいで、ちょっとこう、ズームをね、こうワークに入れれなかったりするんで、ここ1個結構ね、でかい注意点かな。これはね、28105の方でもね、言っていましたよね。で、次、手ブレ補正になるんですが、ワイド側で 7.5 段、テレ側の 200mm で 5.5 段の手ブレ補正になりますので、結構ね、どっちでも全然ね、強く使えます。最新のね、手ブレ補正アルゴリズムである OS2 をね、採用しているということもあるので、結構思った以上にビタ止まりしてくれます。で、僕、撮る前はね、絶対ルミックスの方がいいやろうと思ってたんですけど、全然 α1-2 でも十分止まるんですよ。ソニーのカメラって他社製レンズ以外は手ブレ補正結構効かないイメージだったんですけど、全然効くんですよ。これはね、多分レンズ内手ブレ補正があるおかげだと思うんですけど、めっちゃ効きました。70はね、もちろん全然余裕だし、200でも全然撮れます。てか今回全部ね、写真も動画も手持ちです。これがね、全てを語れてるんじゃないかなと思うんですけど、4K60 とかでも撮ってたんで、スローにしてるっていうね、ずるさはあるんですけど、でもね、こっちだったらね、8K と24フレームとかで撮ってましたが、全然気にならないぐらい、割としっかり補正できていますよね。ここはね、結構驚きでした。本当に。どっちでも十分効くんじゃないかなと思います。はい、という感じで、このね、レンズについて結構ね、性能とかスペックについて理解いただけたんじゃないかなと思います。ここまででもね、いろいろと作例は見ていただいたんですけど、もっともっとさらにあるので、一旦ね、作例をしっかり見てみてください。どうぞ。
ということで作例いかがだったでしょうか。めちゃめちゃいい感じでしたよね。で今回のこの動画とかで写真がさすごい綺麗にこう配列されてデザインされてると思うんですけど、これねプラグインなんですよ。これ僕たちがね作ったダヴィンチリゾルブで使えるシャッターパックというねプラグインを使っています。これによって写真をね1枚選択してロードするだけでカメラの EXIF 情報、シャッタースピード、ISO、ISO 感度っていうのが全部バーンと出ます。でカメラ名とかレンズ名もね全て自動で出るようになっています。でさらにプリセットをね17つ用意していますので、他のねものに変えてあげることによっていろんな配列をね、楽しんでデザインしていくことができます。そこからカスタムしてフォントを変えたり背景を変えたりして、それらをねプリセット保存することもできるし、友人にシェアをすることもできたりするし、なんなら16対9、このね16対9の画角だけじゃなくて9対16にもね対応させていますので、TikTok とか YouTube ショートとか、リールとかねいろんなデバイスでもね使えるかなと思いますので、このシャッターパックちょっとよかったらぜひ試していただきたいなというふうに思っています。その他にもね最近はメガフォントパックっていうねダヴィンチリゾルブ限定のプラグインをね作ったりしていますし、年内にねさらにもう1個出たりしますので、ちょっと最近僕たちこういったねことも頑張ってて、ビジュアルパークというねオンラインショップでたくさんね出しておりますので、ぜひよかったらですねこちらも覗きに来ていただければなというふうに思っております。ちなみに今回の動画作例は全部パワーグレードパックを使っておりますので、いい感じなので使ってみてください。ということでちょっと宣伝になっちゃいましたが、価格について見ていきましょう。価格結構大事ですよね。これが公式で24万2000円ぐらいで、僕たちが見たマップカメラの価格とかだったら20万5000円ぐらいで、用意されております。この価格に関してなんですけど結構安いと思うんですよ。値段だけを見たらね決して安くはないんですけれども、7ニッパというね、超大三元のズームレンズでこの価格はなかなかねこのスペックでなかなかねいいんじゃないかなというふうに感じております。で一応参考までにソニーのね 70mm200mmF2.8GM の2型とか、あとはルミックスの S プロレンズの 70mm200mm だったらこんな感じです。で価格がそれぞれこんな感じになってるんです。ルミックスはまだしもソニー結構手が出なくないですかめちゃめちゃね両方でも素晴らしいものなんですけど、やっぱ価格という面でかなりねちょっとこっちを選びたくなる、ところはね出てくるんじゃないかなと思うんですよ。ただ一概に価格が安いからいいっていうわけではもちろんなくてですね、両方とも重量もそれぞれ変わってきます。L マウントのね S プロレンズであれば約 1570g に対して GM2 に関してはなんと 1045g なんですね。これはちょっと軽すぎますねこれすごいよね。これよりさらに 300g 軽いんで、これはもうちょっとねさすがにやばいですよね。もう価格じゃなくて軽さをもう本当第一にっていうならもうこれがいいと思うんですけど、でもねルミックスの S プロとかに関してはねもう1500とかなっちゃうんで、それでね価格もさらに安いって考えたら十分ね選択肢になりうるんじゃないかなというふうには感じております。でちなみにねこれ 70mm200mmF4G の2型の OSS というね、ソニーの純正のものがあるんですけど、これはね70-200の F4 なんですけどめっちゃちっちゃいんですよね。ですごい軽いんですよ。ですごい伸びるし、でもねこのレンズよりも個人が安いです。これすごくない？ F4 のさ G レンズよりも安いので、もちろんね小型とハーフマクロがあったりするので、ちょっと用途は絶対違うんですけど、そう考えるとね結構コスパはいいと思います。この7ニッパー、シグマさんのね。なので、1350g を許容できるという方は、価格的にはもう本当にね一番使いやすいと思うので、割とね全然選択肢に、なってくるんじゃないかなというふうに感じております。ということで結構ねいろいろとお話できましたし、このね価格のところも含めて魅力をお伝えできました。ただ実際の使用感もねしっかりお伝えした上で判断していただきたいと思っています。なのでここからね僕が話す実際のね使用感っていうのをより深くねちょっと聞いていただきたいなというふうに思っております。まず画質からいきましょう。画質はね本当にもう超グッド、めちゃめちゃ綺麗です。このレンズ正直軽くはないんですよ。やっぱ重たいんですけど、でも写りが最高なんですね。だからこの写りをめがけて重さに我慢する、そんなことはね全然いけるんじゃないかなというふうに感じるぐらいすごく画質が綺麗です。なんか個人的にはねすごく透き通るような画質のような感じがするんですよね。ちょっと優しい感じというか、もともとシグマのね写りってすごいバキバキというかねすごいカチカチとした写りなイメージがあったんですけど、もちろんね解像度高く描写ができるしすごいねパシッとした絵ではあるんですけど、なんかそんなにがっちりガチガチっと抑えたっていうわけではなくて、すごいスッとしたようなね感じの写りな印象があります。で今回撮影した日が30度超えのねもう真夏なんですよ。7月の中旬といったところで、普通にめちゃめちゃ炎天下なんですよね。でもさこの絵にさそんなジメジメじりじ
じりとした厚さ感じなくないですか？モデルさんのおかげっていうのは絶対あるんですけど、でもすごいふわっとしてて真夏日とは思えないぐらいの画質なんですよね。ここがねすごく感動しました。で今回浅草でね撮ってたんですけど、その後に庭園の方にも行ったんですが、ここでのねこのボケ感っていうのにすごく感動しまして、背景のね新緑の木々の玉ボケであったりとか、モデルさんとのね背景の分離感、そしてそのなだらかなねこの透明感を感じるこのボケ具合っていうのが非常に僕は好きです。全くうるさくなくてやかましくもなくて、なんかレンズを主張してない感じがあるんですよね。あくまで被写体をしっかりと立たせるというか、なんかそういった描写力があるなという風に感じるので、すごくねここはね気に入りました。でなんといってもやっぱりこの高画素ですよね。FX3 とかのね普段、これとか FX6 で撮ってるんですが、やっぱ低画素1200万画素とかのカメラを普段から使っているから、高画素の α1-2 とか S1R2 って4000万6000万とかのね、画素数を持ってるわけですよね。髪の毛の一本一本からとか、今回は着物振袖を着て撮ったんですけど、そのデザインの模様一つ一つのその線みたいなものをしっかりとね描写してるんですよね。こういった部分はねしっかりバキバキに写して、でも全体はそんなに超コントラストがガチンってわけではないっていうのが僕がね非常に気に入ったポイントになっています。ただね1個だけ感じたこととしては、ポートレートを撮るときに動画勢はこっち28105でもね十分とも思いました。やっぱ動画を撮るときに 200mm までズームをするってそんなにやっぱ多くないと思うんですよ。70とか135ぐらいまでいければ結構やっぱ十分なことが多いと思うんですよね。やっぱり背景が何が何か分からなくなってもくるじゃないですか、200mm を超えてくると。ってなった時に28105ぐらいでポートレートを撮るっていうのが、動画の中ではより使いやすいような気もするので、だから動画のポートレートを本当そこだけめがけて撮るんだったら僕はこっちでも全然ありなのかなと思いました。ただ写真に関しては70とか200とかでもいろんなね描写ができたりするので、僕は結構ね写真の方が200mm側では撮ることが多かった印象があるんですけど、そこはね結構感じましたね。でもう一点、動画勢にはねこっちもね検討してほしいっていうのがあって、やっぱりね引き絵が撮れないんですよ。引きがあって、望遠があって標準もあってっていうのが組み合わさって僕は動画を作るのが好きなんですね。ただ70-200っていうのはもう確実に望遠以上しか撮れないんですよ。これって写真だったらさ1枚で完結できるからなんかいいのかなと思うんですけど、動画ってやっぱ組み合わせになるので、このレンズ1本で何でもしようと思うのは絶対間違いだと思います。特に動画では、だから写真の明確なねコンスポーツを撮るとか、この人をめがけて撮るとかがあればいいと思うんですけど、動画でいろんなバリエーションを撮るみたいなのには絶対こっちの方がいいと思うので、そういった方はね70-200を無理して使う必要はないんじゃないかなと思っています。であと F2.8 の魅力というところですね。僕このねレンズのように F4 のレンズとか、あと S プロの F4 レンズとかも持ってたりはしてたんですけど、実は僕70-200の F2.8 って初めてねがっつり使ったんですよね。これがねやっぱ明らかに違うんですよね。ちょっと比較をしてみたんで見てみてください。このボケ具合どうでしょうか。 F2.8、F4 でねやっぱ違ってくるんですよね。 F2.8 と F4 っていうのは一段違うんですよね。やっぱ明らかにボケ感も違うし、当たり前やけど明るさも違ってくるんですよね。で僕の中でやっぱボケ感がすごくね F2.8 やっぱすげえわって思ったんですよ。F4 を普段使ってた身からしたらやっぱ1個違う描写があるんですよね。でもちろん F4 でもできるっていうところで、やっぱここ結構でかかったんですよね。だから70-200F4 持ってる方は 2.8 体感すると絶対違うねところを感じれるはずです。なので純正の F2.8 を持ってる方はそんなにねめっちゃ明確な違いは多分感じないと思うんですけど、 F4 とかを使ってる方とかは違うわって多分なると思います。はい。で続いてがですねテレコンの使用ですよね。これがねちょっと面白いところなんですけど、残念ながら、ソニーの E マウントにはテレコン非対応です。ただルミックスの L マウントにはじゃじゃんテレコンを使うことができます。これね何かというと、この倍率の分を望遠にすることができます。ただその分だけ明るさは暗くなるといった形ですね。分かりやすく言うと展開されているテレコンが 1.4 倍と2倍があります。で2倍の方がね計算簡単なんでちょっとやってみるんですけど、まずレンズのね、後ろ側につけてあげて、でそれで本体につけてあげるということで、ここに1個かますんですよね。これによって2倍のテレコンが効くので 140mm、400mm のレンズになるんですよ。ただ F 値も2段下がるって言ったらいいのかな。だから F2.8 が F5.6 になります。逆にね 1.4 倍の方であれば F 値は F4 になるので、こっちの方が明るさは担保できるんですけど、その代わり、望遠側も 1.4 倍までになるといったところですね。で一応価格もね変わってきます。 1.4 倍が 48,400 円で、2倍が 52,800 円が公式価格かなというところです。
でこのテレコンがねめっちゃおもろかった正直70200ってもうポートレートは十分あるんですけど、十分いいんですけど、ちょっとめっちゃ楽しくてちょっといろいろ使ってみたんですよね。でこのテレコンを使うとね、最大 400mm というね画質で撮ることができて、でこの F 値が結構気になるかなと思ってたんですけど、気にならなくて、もう 400mm までいけば 5.6 であろうがもう F8 ぐらいであればボケてるんですよね。なのでそんなに気にはならなかったです。で 2.8 投資のレンズになるので 140mm でも F5.6 なわけですよ。だから400までいって 5.6 に挿した方がちょっと得というか、結局一緒な 5.6 だったらなんか望遠に挿した方がボケるんだからみたいな感じでちょっといろいろ遊んでたんですけど、めっちゃ楽しかったんですよ。でさらに S1R2 っていうのはハイブリッドズーム機能がありますよね。これは光学と電子をね混ぜ合わせてレンズの挙動に対してズームをすることができるといった形になるので、これでねなんと 4K 動画で 140mm から 550mm の動画を撮ることができます。これえぐいよねもう何でも撮れる、これがあれば。こういったね楽しみ方ができるっていうのもちょっと L マウント限定のね楽しさではあったりします。ただこの L マウントでこのズームをするときにフォーカスが外れていくっていうちょっとね欠点もあるので、ちょっとこのね、性能をね、100% 活かせてない感じはあるんですが、こういったテレコンをね、使うとね、より楽しさは出てくるかなと思います。ただね、これテレコンのせいかわからないんですけど、ちょっと手ぶれがね、さすがに結構出てくるので、しんどくなってくるんですよ。やっぱ三脚とか一脚はあった方がいいと思うので、テレコン使用時はちょっとね、手持ちはね、結構きつくなってくるかなといったところはありますが、非常にね、楽しいところです。で、さらにですね、もう一個ソニーのね、E マウントに関してはちょっと一個ね、制限がありまして、このテレコンが使えないっていうのはあるんですが、連写がですね、秒間15枚に制限されてしまいます。α1、2、α9-3 とかね、そういったもの、高画素機でこう連写をね、優先して撮りたいような人には、やっぱりね、こう純正のね、秒間30コマとかにね、する必要があるのかなというところなので、そういった方はね、ちょっと注意点にはなりますね。はい、といったところですかね。これがね、僕たちが体感した 70mm、200mm、F2.8、スポーツラインのね、レンズのレビューという風になります。正直なところ、検討する選ぶ価値というのは十分にあるんじゃないかなという風に感じております。とにかく画質もいいですし、F2.8 でかなり明るいので、テレコン使っても、マックス 5.6 になるので、全然十分戦えますよね。で高画素を引き出す、でなおかつ AI 認識のねオートフォーカスをしっかりとこうサポートしてくれるようなリニアモーターをね搭載した AF っていうのがあったりするので、本当にねこのスペック的には何も申し分ないんじゃないかなと思います。ただ 1300g っていうのはね、少なからずやっぱ手にね負担はありますので、できればこうしっかりとね店頭とかで実機を見てから判断していただきたいっていうのと、このレンズ1本で何でもできるというわけではないので、やっぱり2本目以降で揃えていただくのがいいのかなと思っています。第3元ズームレンズを1個買ってその後に揃えるみたいなね。で僕たち的に一番ねすごく感じたのが、スマホではない写真とか動画がもう絶対撮れると約束できるというところなんですよ。スマホとかで撮る絵っていうのはやっぱり広めで背景もそんなにボケないんですよね。でもこれらってもうがっつり光学性能とかもガラスの何枚通すとかもう AF どないするみたいな、もう本当に技術の集大成のレンズのようなものになるので、明らかにねもうルックが全然違ってくるんですよ。だからこう非日常的な絵を撮りたいとか、ちゃんとカメラした写真や動画を撮りたいという方にはマジで刺さると思うので、そういったね普段とは違う何かを撮りたいという方にはこの 70mm、200mm というねこう望遠ズームレンズの世界というのはねものすごく楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに感じております。今回はねちょっと純正レンズと厳密なね画質の比較というのはちょっと僕が持ってなくてできなかったっていうのはあるのですが、ぜひですね今回の動画がちょっと役に立って参考になったっていう方はぜひグッドボタンとかいいねをねしていただければなというふうに思っております。そして僕たちがね開発したシャッターパックというプラグインはすでにねダウンロードができるようになっておりますし、ビジュアルパーク内からですね、無料のサンプル写真動画データというのがあったりします。今だと GH7 のねサンプル映像、 S1M2 のサンプル映像、 FX2 のねサンプル映像とか写真もあるんですけど、そういったものをね無料サンプルをダウンロードすることができますので、ちょっと購入したいカメラとかねそういったものがここにある方はぜひねそういったものを使っていただいて、実際にねこう色編集とかをしてみても楽しいかもしれません。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。